黒豆蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、黒豆蒸しパンを作っていきたいと思います。この黒豆蒸しパンなんですが、おせちで余った黒豆で作ることができます。おせちで余った黒豆じゃなくても、普通のね、市販の黒豆でも作ることができます。とてもふわふわで美味しい黒豆蒸しパンです。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、きび砂糖、黒豆の煮汁、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず牛乳に関してはですね、こちらは無調整豆乳で代用していただいても OK です。そしてお砂糖ですね。今回はコクのあるきび砂糖を使用していきます。きび砂糖は黒豆とすごく相性がいいので、今回はきび砂糖を使っていきますが、ない場合はお砂糖またはグラニュー糖などで代用していただいても OK です。そして今回はですね、こちら黒豆ですね。あとはその煮汁を使っていきます。少しね、煮汁を加えていただくとより黒豆感がアップして美味しい仕上がりになります。ただこの煮汁がない場合はこちら牛乳でそのまま代用してください。煮汁を使わない時は牛乳は 120ml 使うようにしてください。そしてサラダ油に関しましてはこちら油を入れていただくとしっとりとした仕上がりになります。今回使うのはサラダ油なんですが、こちらは米油で代用していただいても大丈夫です。オリーブオイルはね、香りが強いので必ず香りのない油で代用するようにしてください。そして今回はですね、こちら8号サイズの紙カップを使用していきます。こちら100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。両面シリコン樹脂コートされている容器になってます。この紙カップはこの1枚だけで使ってしまうと生地を入れたらビヨンと広がってしまいます。なのでこのように同じぐらいの大きさの耐熱性の容器の中に紙カップをはめ込んで使用するようにしてください。ちなみにこちらの容器はシリコンカップなんですが、こちらもですね、100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。下のカップは必ず耐熱性のものを使用してください。そしたらこちらのね、セットは生地を作る前に準備しておきましょう。それでは早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにボウルの中に牛乳を入れてください。そしてあとは黒豆の煮汁も加えます。そして一度軽く混ぜましょう。はい。で、軽く混ぜたらここにきび砂糖を加えてください。そしてきび砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜましょう。はい。きび砂糖がね、きちんと溶ければ OK です。それでは続いてここにサラダ油を加えます。そしてよく混ぜてください。材料はね、一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。はい、OK です。そしたら続いてこちらにホットケーキミックスをふるって加えていきます。ホットケーキミックスはね、できるだけふるって加えるようにしてください。そうすることでダマになりにくくなります。では入れます。そしてふるって加えましょう。はい。で、ふるって加えたらですね、ダマができないようにしっかり混ぜてください。最初はね、粉が飛び散りやすいので優しく混ぜていきましょう。はい、このように綺麗に混ざれば OK です。ダマができてないかね、しっかりチェックしてください。そしたらですね、この中に黒豆を3分の2ほど入れてください。残りの3分の1は最後上にね、トッピングで使用していきます。黒豆を加えたらゴムベラに持ち替えて混ぜましょう。豆をね、潰さないように注意してください。これで蒸しパンの生地は完成です。それではね、先ほど用意しておいたカップの中に入れていきたいと思います。入れる時はですね、スプーンを使っていただくといいかなと思います。それでは容器を用意してください。だいたい8分目から9分目ぐらいまで生地を入れてください。お豆がね、均一に入るように調整しながらね、入れましょう。はい、このぐらい入れましょう。そしたらね、残りも同じように生地を入れていきます。はい、生地が入れ終わりました。今回は8号サイズのカップ5個分になります。こちらは目安にしてみてください。そしたらですね、こちら残しておいた黒豆を上に乗せていきましょう。
適当にねばらつかせながらのせてみてください。はい、これで OK です。軽くね黒豆は生地の中に押し込んでおいてください。はい、それでは今から蒸していきます。はい、それではフライパンを用意してください。フライパンの底から1センチほどの水を注ぎ入れます。そして火にかけます。このままお水を沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら一旦火を止めます。火を止めるとね蒸気が上に上がってくるので、蒸気でやけどしないようにだけ注意してください。そしたらこの中にねカップを入れていきます。この時もねやけどには注意してください。はい、このように並べてください。そしたら蓋をしてもう一度火にかけます。火加減弱めの中火です。このまま10分間蒸していきます。火加減はこのぐらいの弱めの中火です。はい、10分経ちました。火を止めて蓋を開けます。じゃじゃーん。このようにねふっくら膨らんでとても美味しそうに仕上がってます。もし加熱している最中にこのお湯がなくなりそうになった時は途中でお水を追加して蒸し続けてください。そしたらですね、ようじなどで1箇所刺します。これで生の生地がついてこなければ OK です。もしまだね生の生地がついてくる場合はもう少しね蒸してみてください。それではねフライパンから取り出します。この時もね熱いのでやけどには注意してください。ちょっとね冷めてから取っていただいても大丈夫です。はい、こんな感じでねふわっふわに仕上がってます。それではシリコンカップを外します。はい、これで完成です。あとは軽く粗熱を取って召し上がってください。ふわふわです。はい、これで黒豆蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねすっごくふかふかに仕上がってます。中身もねこのようにふわふわでお豆もたっぷり入ってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。お豆がねすっごくたっぷり入ってます。手づかみで失礼します。いただきます。もうね蒸しパンがすっごくふわふわです。そしてこの黒豆の煮汁ときび砂糖の甘さのコクが相性抜群ですごく美味しいです。美味しい。このお豆もね柔らかくて、この生地自体もねすっごくふわふわです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の黒豆蒸しパンのポイントです。まず今回の材料についてのポイントなんですが、牛乳に関しては豆乳で代用していただいても OK です。その際は無調整豆乳を使うようにしてください。そしてきび砂糖に関してはですね、白砂糖やグラニュー糖で代用していただいても大丈夫です。ただね、きび砂糖がすごく合うので、ぜひきび砂糖で作ってみてください。そしてサラダ油に関しましては、こちらは米油で代用していただいても大丈夫です。たまにコメントでね、オリーブオイルでも大丈夫ですかなどいただくんですけれども、オリーブオイルは結構ね香りが強いので、香りのない癖のない油を使うようにしてください。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は材料を一つずつ加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。今回ね黒豆の煮汁も使用してるんですけれども、煮汁がない場合は煮汁の分をそのまま牛乳で代用してください。そうするとねちょっと甘みが減るので、その場合はきび砂糖もねもう少し加えていただくといいかなと思います。こちらは調整して作ってみてください。そして黒豆に関しましては、生地の中には3分の2ぐらいの量を入れて、残りの3分の1は最後トッピングで上に乗せてみてください。そうするとねこのように可愛い仕上がりになります。そして蒸す時のポイントです。蒸す時はフライパンの底から1センチほどのお湯を沸かしてください。この時ね蒸気が結構上がってくるので、やけどだけには注意していただけたらと思います。そして容器を並べた後は蓋をして弱めの中火で10分蒸してください。途中でもしですねお湯がなくなってしまった時はお水を追加して蒸し続けてください。そして蒸し上がった後は竹串やようじなどを刺して生の生地がついてこないかだけチェックしましょう。もしここで生の生地がついてくる時はもう少しね長めに蒸してみてください。あとは軽く粗熱をとって召し上がっていただけたらと思います。今回ね8号サイズのカップで5個できたんですけれども、もし余ってしまった時は1個ずつラップにくるんでそのまま冷凍保存していただいても大丈夫です。その場合はだいたい1週間から2週間ほどを目安に召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は黒豆蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。